皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。前回の動画から言ってももうだいぶ日暮れが早くなりました。夕方6時の時点です。夏至になって最初の1ヶ月、6月20から7月20は15分から20分しか違わないんですよね。だんだんその違う時間が長くなっていって、この9月20から10月20は1時間以上変わってきます。なので1週間でもだいぶ違いますね。頼島の祭りも無事終わりまして、10月の漁がもう始まっております。自分が YouTube 始めた頃まではですね、10月といえばもう自分はもう昼行ってたんですよね。でもだんだん海水温が高いせいで、魚介類の生育が遅くなって、今や10月でも夜、本当は昼の方が楽なんで昼行きたいんですが、しょうがありません。でもちょこちょこ収穫可能な新子のシャーシャーガネが見え始めてますんで、今日もいてくれればいいですけど、頑張って沖行ってみたいと思います。この時期は毎年ボラ多めです。それとママカリもですね、この沖にいっぱいおります。バチャバチャ言ってます。水面ナブラで網がね、港の中に入っていったらママカリも多分入っていくんで、今年は釣れるかもしれません。今日は暑いですね。めちゃくちゃいい方のカニが、その前にちょっと黒エビを拾って、本当に弱いんですよね、このエビ。この時に拾わないとね、もう拾おうと思った時は死んでますね。これはすごいな。祭り前にいてほしかったですけど、これだけ見えても拾えるのはこれだけですね。いいんですけどね、順に大きくなっていってくれさえすれば。あとチヌはですね、秋は一応もう1キロ以上ということに組合で決まっておりますので、1キロ以上だけ拾っていきたいと思います。でも近年遅れてるんでね、もう10月でもブリブリ太ってるんですけどね。15センチ以上3つでした。これなんか今年無理でしょうね。来年春ということで。11月になるとね、柔らになります、シャコは。9月も柔らです。10月だけ硬い。おお、でかい。ここの方がね、大きいのが多いの分かってきてるんですけど、2つ早く。これもいけそうやな。やばい。ただここチヌが少ないですよね。おお、これも祭り前に行ってほしかった。ただ毎週どこかで祭りがあるんでですね、いてくれてラッキー。頼島の祭りにいてくれると思ってよかった。うわ、でかいな。成長早いカニも。これかなりいるんじゃないですか、拾えるやつ。でも15ないか。これもなさそうやな。意外に、これはあるな。チヌ少ないんですけど、ここは。ただチヌもね、1キロ以上だけなんで、これは絶対あります。カニができるだけ大きいやつがいるとこやった方が得なんで、これはないか。ないか。この辺を今日はやってみたいと思います。こっちの方がゲタも多いしね。1、2、3、4、5、なんと6枚。徐々に今季一番多いんじゃないですかね。拾えたカニが多かったの。珍しいもんいました。なんか松山忘れっぽいけど違うっすね。松山忘れなんかな、アルビノかな。なんじゃろうか。なんか左側の網が変っすね。最後尾が見えない。なんかすくったかも。石かなんか。石じゃな。これは上がるのか。ちょっとこれ切った方がいいかな。途中まで上げて網切った方がいいでしょうね、これ。これは参ったな。この間天秤座を負けたのこれで負けたんかな。どうやら囲碁取りまで行かずに
途中で止まってるっぽいですね。なのでこのまま上げれば下に落ちるんですけど、これまたすくうな、ここに捨てても。どっかいいとこ石の根とかに持っていっときましょうか。だってあそこにあったんですけど、落ちてあっちに行ってますね。これ上げれば絶対に落ちますけど、ちょっと向こうの大きい石の根まで持っていきます。ではここら辺で。でかっ、やっば。私はね、こんな大石たくさんあったんですけどね、みんなが処理したからなくなったんですよね。網も避けて。とりあえず無事上がってくれればいいですけどね。石はなんとか落とすことに成功しましたけど、網がこれ肌で無理やり商売します。とりあえずぐるぐる巻きで直しておきました。ここが破れてたとこです。ここもね、ぐるぐる巻きで、もう帰ってからもう明日休んで直したいと思います。自分は2回海落ちたことあるんですけど、そのうち1回はこの大石がイコ取りに入って曲がらんかったんで切ろうと思ってね、当然曲がらないんでしゃがんでここから切ったんですよね。石が落ちると同時にしゃがんでるもんですから、その石が自分の肩ぐらいに落ちてきて押されて落ちたことあるんですよね。まあ寿命じゃなかったんでしょう、生きてますけど、そうならなくてよかったです。では再開したいと思います。石が入ってた方の網何も入ってなかろう思って撮影せんかったんですけど、15のカニ結構落ちてきました。びっくり。これも16センチ以上、11個、10個、10あります。今回多かったですね。カニもゲタもサイズが良かったですね。これはいいカニですね。おやった。やっぱりね、親も以前の動画で親のメスは3万個を払って潜ってると思いますって言いましたが、徐々にね親も出てきてますね。ただ今はあんまり取らなくてもいい。いくら硬くてもね、咳がやっぱりまだ真ん中ぐらいしか入ってないですよね。もう少し後にね、満願量になってからじゃんじゃん出てきてくれるのが望ましいです。今回はチヌが多いかもしれません。
なんとエイでした。エイでヒラメもね見え始めましたね。小さいけど戻しておきました。あれとかそうですね。あの2つとか。アケ貝が一棚取れてませんので、アケ貝狙ってみます。貝取ろうと思ってちょっとやりすぎた感があります。すくっちゃってる。上から見た感じは結構入ってるように見えました。まあ貝がいるとこやれば当然西貝も一棚いったのではないでしょうか。貝はおるとこ2番ぐらいやったら一棚ぐらいすぐですね。お、シャリベタない。塩返しなんですけど、えげつないガリの量でしたね、これ。すごいな。ゲタもすごいし。ではですね、これをラストにして帰りたいと思います。たまにいるんですよね、こういうがん細胞に侵されてる。来ましたね、ラスト。ではこれでラストのうじゃうじゃカニまみれでしたけど、これにて帰りたいと思います。お疲れ様でした。せっかくチヌの箱を持ってきていただいてますが、はい、必要ありません。チヌは狙ってません。はい、その代わり、はい、出たが山盛り。今日はこちらを狙いました。はい、チヌが前回の撮影時の5分の1もおらんと思いますけど、まあ、ゲタが前回の撮影時の5倍以上ということで、はい、こんなもんも入ったよ。あら、ヒラ。珍しい。こういうのが入るときって死体なんだけど、生きとった。生きとったよね。すごいな。びっくり。食べてもいいけど、まあ、あとは貝でこちら。はい。カニ。あら、まだおるの？お、やったね。これで終わりではございません。
台湾も入っとるけどね。やりました。はい。前回の撮影時、うん。ついに渡りガニが拾えるなと思ったら1週間後もうこんなことになってしまいました。やりまし秋の渡りガニ漁ですね。た。やりました。これすごくね、でか。ちょっと名前忘れたけど、こんなでけえの初めて見たんよ。何これ。車エビの種類らしい。おお。これを食べます。はい。車エビと一緒に。おお。皆さん今日もハードワーク。ボッケお疲れ様でした。向こう VSOP 視聴者さんにおすすめしていただいたので買いました。じゃん。コニャックです。ブランデーですね。フランスのコニャック地方で作られるブランデーのことをコニャックというらしいです。これなかなかなかったですね。このブラックパンサーの方はあるんですよね。5100円でした、ブラックパンサーは。でちょっとアマゾンでも楽天でもちょっとなかったですね。あんまりブラック以外他ちょっと調べたらこの XO ゴールドパンサーとかね、でも18000円なんですよね。これちょっと悩んだんですけど、これ言っときゃよかったですかね。これ悩んで結局この VSOP にしたんですけど、これは1万送料込みで1万3000いくらでした。で6万円とかのやつもあるんですよね。すげえなと思って、まあとても買えませんけど、開ける前から匂いがすごいな。もうなんかすっごいいい匂いがしてくるんじゃけど、これ気のせい？今日も氷は猫ちゃん氷でこんなんもあります。ね、やっぱりこの匂いやな。なんかね、嗅いだことのない匂い。これなんて表現するの？カラメルでもないしフルーツでもないし、いい匂いの薬。表現悪いですけど甘い匂いはするんですけど、今までのちょっとコニャックはね、海外の方にいろいろおすすめしていただいて、この動画でも何回か飲んだんですけど、あまり手を出してない部類ではあります。いやもうほんと不思議な匂い、なんとか表現したいですけど、もう全く思いつかない。もちろんいい匂いです。ただ表現がわからないです。ではいただきます。すごいコニャックですね。確かにロックでまあ氷溶けてない、あんまり溶けてない状態で飲んでも刺す感じがもう全くないですね。ストレートでいけるんじゃねんかっていうぐらい。アルコール度数何度なんかな。アルコールはどうも40度らしいですね。これ何度か口に運んでいくとブドウ感がだんだんとこう伝わってきますね。もうほんとウイスキーとはもう香りも違うし、奥の方にブドウがあります。かなり美味しいです。力、優雅、柔軟が特徴。優雅って言葉がなんか自分の中では一番しっくりきますね、これ。ということで今のところコニャック自分の中で優勝。ポール・ジロー、自分が今まで飲んだ中でも5本指に入る屈指の美味しいお酒、ポール・ジローコニャックですと飲み比べてみたいと思います。久しぶりのポージュルジロー。香りはミュコーですね。もう何とも言えないような、華やかとは言わんな。これは優雅が一番合う。今のところ自分の中のコニャック1位ポール・ジローいただきたいと思います。全然違う。もう同じコニャックと思えない。ポール・ジローはちょっとかかるな。ミュコーは来ません。これ勝ち負け。もう別物。同じコニャックとは全く思えません。これポール・ジローの方がミュコに比べてトゲがあって華やかです。その分ミュコはほんと口当たりよく、もう優雅って感じ。滑らかに喉通っていきます。いつもはどちらが好みだっていうのは自分やりますけど、これは別物。気分によってどちらを飲むかを決めるって感じですね。これはどちらもとても美味しいということで。この大きさでかすぎ。車エビもこれ十分大なんですけど3倍目方です。3倍以上あるんじゃないでしょうか。ちなみにこれはガラエビ、最近出てきました。まだねちっちゃいですね。鉄板でガラエビは美味しいです。ではちょっとまず車エビ食べて、これ何も味付けせずに炊いただけですが、車エビの味を確認しておきます。車エビですね。うまいな。歯ごたえと出し味抜群です。オーストラリアンブラックタイガーだったと思います。いただいてみたいと思います。うわ、味噌すごっ。ここだけでもすごいです。甘い、うまい。カニ。渡りガニのもうシャーシャーと同じような味。
うわ、味噌すごっ。では車エビとどう違うのかいただいてみたいと思います。何の味付けもなし、湯がいただけです。でっか、食い応えありすぎ。ではいただきます。まっ。やっぱりこれ大きすぎるからだと思いますけど、だし味は車エビには勝てません。でも歯ごたえが尋常じゃない。うわ、すごっ。もう噛む時にパリパリって音してますもんね。歯ごたえすごいけん、噛む回数がおのずと多くなるんで、スルメイカみたいにだんだん味が出てきます。すごいなこれ。結論から言うと車エビよりうめえ。ちょっと食べてみて。これちょっと食べ比べて。はい。でっか。すごいボリューム。紙切れぐらいじゃなくて、こっちが車エビ。車エビ。ああ、車エビの方が味が濃い。だし味だな。うん。やっぱ大きすぎるんだと思うよ、それが。どっちが美味しい？やっぱ車エビ。あ、そうなんじゃ。うん。イジポンママと意見が分かれてしまいました。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。